こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、成功者とかうまくいってる人はこれを使っている、これをやっているっていうお話をしたいと思います。ちょっとお知らせなんですけれども、当時の日ですね、12月22日に、このチャンネルでライブをやりたいと思います。久しぶりだね、ライブ。ちょっと口がさ、まだ痙攣してんだ、痙攣とかでしびれてんだけど、久しぶりにやりたいと思ってます。なんかゲスト呼ぶかもしれないし呼ばないかもしれない。ちょっとどうするかまだちょっと思いついてないんですけれども、やりたいと思いますので、お時間合う方ぜひぜひ楽しみましょう。よろしくお願いします。そして今日は、成功者とかね、うまくいってる人はこれを使っている、やっているっていうお話をしたいと思います。で、何やってるか、何使ってるかですね。何使ってるか。直感です。直感使ってんですよね。で、なんでね、やっぱりこう成功者ばっかりさ、ずるいじゃん。成功してて、なんで彼らは成功できるのかっていうところのポイントは直感だと思うんですね。いろんなところある、いろいろあるって言ってもやっぱりなんていうの、直感使うとさ、何がいいかってことなんですけど、やっぱりね、私がね、ここがすごいなんていうの、ポイントだと思うのは、常識を破ってんですよ。常識破りね。要は直感っていうのはハイヤーセルフなんだけど、ハイヤーセルフとか工事とつながってるっていうことなんですね。工事から下ろすみたいな感じなんですけど、直感なんですよ。直感がハイヤーとつながってる。これハイヤーセルフそのものであって、工事の感覚とか工事のアイデアとかなんですよ。高次元ってことですね。だから常識破るからうまくいっちゃうんですよ。彼らはそこをすんごい使いまくってるから、だからうまくいってるってことなんですよね。だから私たちも使えばいいんですよ。で、私は、もう直感人間、直感しか使ってない。で、感覚よりも私はね、直感が超強いんですよ。ずっと直感で生きてきてて、その直感っていうのは、野生の勘みたいな感じなんですね。だからあっちに行った方がいいな。今なんて特に、今とこれからですね、直感鍛えといたら絶対強いと思うから、何が強いかってなんか危険な、ほら、天変地異とかですよね。なんかあっち行くとちょっと危ない気がするとか、なんとなく直感で思った時に、行かなくて、なんか、なんていうのかな、危ない目に遭わなかったみたいな、なんかそういうのに、なる可能性すごい高いし、なんかこう、とにかくその直感を鍛えとくと免れちゃうんですよ。なんかスル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 みたいな感じでうまくいっちゃうんですね。なぜならこれがハイヤーセルフであって高次元の自分自身だから、要はハイヤーセルフとか高次元の自分っていうのはうまくいっちゃうんです。とにかく一定の宇宙はさ、一定方向のいい流れに乗ってるわけだから、ここの部分に乗るのにもうなんか直感使うとか、安心リラックスとかもそうですけど、なんかそっちの流れに乗るってことなんですね。で、直感の場合は特にすごいなと思うのは、まずね、右脳がすごい発達してくるから、自分の中の感覚がすごい出てくるんですよね。感覚がに鋭くなってくる。あとは自信がつく。だから自信がある人はやっぱりね、その直感使ってるってことですね、結構。あとは、迷わなくなるんですよ。全然迷わなくなる。だから直感でパッて取るから、迷わないですよ。迷ってる時間ってすごいさ、悶々として大変じゃないですか。迷わなくてなるから楽。で、あとその常識を破っちゃってね、常識破りまくって、しかも奇想天外なさ、発想が降りてくるんですよ。直感でパッて思いついちゃう。だからその当時のさ、ライブも、奇想天外かどうかわかんないけど、なんか、やろうみたいな。直感でパッと来て、やろうみたいな感じで、もうパンパンって感じで今動画撮っちゃったりとかね。そういうやつ。で、瞬発力なんですよ。直感を取るよ。なんか感覚で、なんていうのやってると、感覚でもいいんだけど、直感を使うことによって動けるんで、なんかすごいパッションみたいな。パッて思いついてパッて動けちゃうっていう、パッパッみたいな感じの、すごい速くなるから、なんか行動に対しての制限がなくなってくるし、なんかね、もう楽しくてしょうがないですよ。直感取ってパッて動く、直感取ってパッと動くみたいなことやってると、楽しくてしょうがない。で、しかも何が降りてくるか分かんないから、それが面白いんですよね。自分が面白いっていう感じになります。行動力が出る。で、集中力も出る。瞬発力出る。迷わない。で、自分では思いつかない発想が直感で出てくるので、で、結構やっぱりその成功者の人とかっていうのは、
メモ取るんですよね。なんでメモ取るかっていうのは直感できてるから、直感でパッてきたものをメモ取る。それをもうね、ほとんどの人がそうメモかまたはそのスマホで何か打ったり、とにかく忘れないように何かしらメモってるはずなんですよ。まあすごい記憶力がある人はそれを使ってるかもしれないけど、とにかくその来たものを形にしてるからうまくいって成功してるってことなんですね。だから私たちここ使っていけばうまくいっちゃうってことなんですよ。だからこの直感を鍛えるっていうことをねやっていくといいと思うんですね。直感っていうのはまあちょっとね何なのかっていうのを調べたんですけど、説明や証明を待たないで直ちに物事の真相を心で感じること。だから心とかここの部分ですね。心の感覚とやっぱそのなんかパッてくるものとの直結してんだよね。だから何かをパッて瞬時、じゃあ今ちょっと後でやりますけど、パッてなった時にあって思いつくじゃない。思いついたものを瞬時に心で感じて、この心の感覚は何だろうってこうパッって感じで、どっちかな、パッパか、とにかくその心の感覚を頭で理解するっていう風になるかな。頭の感覚を心で、こっちかな、心の感覚を頭で理解するみたいな、こういう感じのねことを一瞬にして1秒とか経たなくてもそうですけど、とにかくそういう感じで瞬時に取るんですよね。そうだからこれハイヤーセルフでもあるし、高次元の自己自身から来てるから、とにかくすごいことになっちゃうってことなんですよ。で成功してる人とかはもうこれ使ってるからもうずるいよみたいな、これ使ってるからじゃあ私たち使えばうまくいくってことですから使いましょう。ね。で心でどう思ってるかなと感じながら直感で取る。心でどう思ってるかなって感じながら直感で取るか。そうだね。頭も使いながら心で感じて頭って感じだね、どちらかというと。で直感のメリットは決断するときに素晴らしい助け舟となること。直感に従うときというのは一瞬で長年の経験を学んでいるようなもの、っていう感じですね。ここもすごいし、でスティーブ・ジョブズ直感を調べたらスティーブ・ジョブズが出てきて、でやっぱ彼もさすごいもうとんでもない発想のものをいっぱいで作ってるわけじゃない。で彼のねやっぱ言葉で、心に従う勇気を持ちなさい、それ以外は二の次でいい。心と直感に従う勇気を持ちなさい、それはあなたのなりたいものが何なのか知っているものだ。それ以外は二の次でいい。これなんですよ。だからとにかくもう直感使っていくってこと。直感を使えばもうね全てうまくいくってことですよ。いい方向に。だからなんか瞬発力が欲しかったり、なんかある程度いろんなことがうまくいくんだけど、もうちょっと起爆剤が欲しいなとか、あとねなんだろうな、自分の感覚を信じる強さがね増すんですよ。迷わないから。迷うとねやっぱり自分を信じる気持ちがちょっと揺らぐと思うんだけど、直感を取るようになってくる、直感を信じるようになってくると自分に対しての信頼が増すから。そうだからそこですごい自分自身が自分の心と頭とかね体とか全部が一致してくるから、自信にどんどんなっていくっていう感じだと思いますね。はい。でこのね直感の鍛え方なんですけれども、どういうふうにしていくかっていうことで、やっぱねスピリチュアルってめっちゃいいんですよ。だからチャネリングとかやるようになって、私はなんかすごい直感をやっぱりすごい使っていいんだみたいな、自分の直感全部信じていいんだと思ってて、でもともとその自分での行動とかいろんなとこに行ったりしてたんだけど、あと決断する時もいつもなんていうのかな、直感で動いてたんですね。だからそれを肯定することができたし、スピリチュアルをやることによってその精度が増したってことですね。そう自分の感覚を瞬時に判断することができるようになるから、だからねすっごいこうなんていうのかな、自分のやっぱ潜在能力が引き出されるんですよ、直感使うと。これ早いから1秒でできる、1秒で直感なんて1秒でできることだから、ここをやっぱりでバロメーターとしてすごい分かりやすいんですよね。だから直感を信じられるか信じられていないかっていうところで、信じられてない場合は心と頭が一致してないから、自分の心でしっかり生きること、自分の心の感覚をしっかり、感じることによって、要は頭でっかちになってたりするから、ちゃんと心の感覚を取れてるかということですね。ここが分かりやすいんじゃないかと思います。
だからスピリチュアルなこととかチャネリングとかすごくいいと思うし、あとはハイヤーセルフは何を言ってるか直感で取るとかね、そういうのもスピリチュアルいいと思うんですね。あとは新しいことにチャレンジする。今までいつもやってることではなくて、そのいつもと全然違うことを、真逆のことやってみるとか、新しいことにもうあえてチャレンジしてみるとか、そういうのをやるともう全然ちょっと自分の感覚が変わるから直感力が鍛えられるみたいですね。で、あと1日1回頭の中を無にするという意味でですね。だから安心リラックスとかすごくいいと思うから、そういうのやっていただいたり、もうあえてその自分自身がそういう時間を取るっていうのは何のためかっていうのは直感を鍛えるためですね。それができるっていう感じです。あと、右利きの人は左利きしてみる。こっちで当たり前のように書いてるものをちょっと左側で書いて、左手で書いてみるとか、いつも座ってるとこ立ってみるとか、そういう感じでいつもやらないことをやることによって、直感が鍛えられる。右脳が鍛えられるということですね。はい。あとやっぱり場数を踏む直感を使う場所を、もうあえて、なんていうのかな、直感を使って生きるっていうこと、直感を使って、そうだ。ここが今さっきからちょっと何かを言おうとしてて忘れてたんだけど、自分で選択することになれるんですよ。これです。今日の一番のポイント、自分で選択することになれる。私たちはやっぱり今まで誰かに言われたものをなんかしぶしぶ選択してたりとか、なんていうのかな、自分の選択っていうものがあるのに抑えられたりしてるから、自分の選択が分かんなくなっちゃったりしてるんですね。だからずれててうまくいかないんですよ。だから自分の選択をなんていうの、できるようになるし、取り戻すことができるんですよ。こっちあっちとかっていう感じで自分で選択する。これこそ本当に自分軸になるし、自分の感覚を信じ瞬時に取ることをただすればいいだけ。そこにもうジャッジ入れないですよ。直感がどうだったかとかっていうのは、こっち取ったけどでそれをやったけどうまくいかなかったとか、そういうもうジャッジ入れないで直感に従えばうまくいくってことなんですよね。それをもう場数を踏むなんていうの、これだって直感で来たんだもんって、もうさ、なんていうの、あんまりそこを深く考えないってことと、だって直感で来てからしょうがないっていう、だってハイヤーから来たからしょうがないなみたいな感じで私も思うようにしてなんでなぜならやっぱり自分じゃ思いつかない発想が来るから。この小さいアキコみたいなちっちゃいさ頭で考えようとしたってさ、絶対思いつかないし面白くないんですよ、私が頭で考えたって。だけどハイヤーセルフだから面白くて、なんかよくわかんないことやっちゃって面白いなと思うんだけど、これが一人一人にいるわけだから、そことつながりが強くなるしね、自分の選択ができるようになってくるから、これをやるともう本当に自分に力戻るから、どんどん直感を使って場数を踏んでいく、選択することを増やしていくってことですね。あとは瞑想がいいっていう感じみたいです。で、その場数を踏むっていうのもさ、もうさ、あえて直感を使うって感じですね。だからコンビニ行った時に、このパンとこのパンどっちにしようか、こっちとかさ、もうほんと一瞬で取るみたいな。で、レジがいっぱい、じゃあね、コンビニ行った時レジが並んでて、どのレジにしようか、今度このレジにするみたいな感じでパッと動くみたいな感じとか、なんていうのかな、今日どの服にしようかなと思ったら一瞬でパッと、それ結構やってると思うんだけど、なんかあえてそういう感じの直感を使う場所を増やすってことですね。そうすると直感鍛えられるから、でその直感を鍛えていけばいくほど自分に自信がついてくるし、先ほど言ったようなもう突拍子もないことが出てくるし、スピリチュアルな能力も上がりますし、あとはその野生の感がすごい出てくるから、こういうなんかいろんなことがあってもこういう風に回避されちゃうんですよ。ビヨーンって何があってもスルスルスルってすり抜けてうまくいっちゃうそうだから成功者の人っていうのはそこを使ってるからうまくいってるっていうことだから。でそれ知ってる方もいると思うんだけど、やっぱり成功者だからしょうがないみたいな感じで自分自身のこの直感を使う訓練を放棄してる方多いんじゃないかと思うけど、ここを強くしていけば本当に今まで見たことないような自分になるから。でやっぱりね、スピリチュアルなこととかっていうのもなんていうのかな、やっぱりその気の強さとか、そこを信じる気持ち、自分を信じる気持ちとイコールで、やっぱりその自分が取ったものですよね、直感で取ったものを信じる気持ちとイコールになってくるから、スピリチュアルな能力も上がるし、もっとその
行動力も出てくるしね、なんかそういう感じでとにかく直感を使っていくともうどんどん成功できると思うし、成功っていう形じゃなくても思うようなやっぱご自身の人生を歩むことができるし、むしろ直感を使わなければ、自分の能力っていうのはなんかこうなんていうのかな、やっぱりこう半分ぐらいしか使わないでなんていうのかな、自分の知らない自分を知らないで終わっちゃうから、直感使ってた方がいいと思いますね。とにかくねすごいいいと思います。で今から私はちょっと時間があれですけれども、カードを見せていくか、どっちのカードがいいかっていうのをパッとね瞬時に取ってくださいね。いきます。はい、こっちとこっちどっちがいいですか？ OK、 選べたかな。これをねパッとみたいになると思うけど、なんか訓練ですね。選べた？次いきますよ。選ぶ訓練。はい、次いきます。こっちとこっちどっちのカードが好きですか？どっちがピンとくるかだね。 OK、 どっちも嫌いだけどあえてこっちとか、あえてこっちでもいいんですよ。こんな感じね。次いきます。はい、いきます。じゃあいきます。はい、これこっちとこっちどっちがピンときましたか？ OK、 はい、皆さんのね直感で何秒ぐらいかかったかとかちょっと教えていただけると、コメント欄に書いていただけるといいと思うんだけど、なんかこれを見て瞬時に選べたかっていうところで結構ご自身の、自分の直感を結構使ってるっていうのが分かると思うし、あとなんかこういう感じでこう鍛えていくといいんですよね。今ちょっとやってみようか。どっちがいいか。私はこっち今一瞬でね。次どっちがいいか。こっちもうこういう感じで、やっぱりいつも直感使ってるから迷わないね。皆さん使ってる方は多分迷わないでいけると思う。私もやってみます。こっちとこっちこっちそうっていう感じでできるんですよ。でこれが面白いんですよ。迷わないで済むしね、なんていうのかな、あと自分のことがね楽しくてしょうがないし、信じられるようになるし、自信がつくんですよね。そうで野生の勘もつくし、でハイヤーセルフにつながってるから本当にね意識が大きく拡大していくんですよ。でそうここも大事なところ、ちょっとすいません、ここすごい大事なところみたいでいろいろ降りてきちゃうな。でこの直感に対しての最大の敵っていうのがあるみたいで、だから直感が弱くなる最大のことがあります。それが何かっていうことなんですけど、人の目を気にすることこれです。最大の敵、直感が弱くなるのは人の目を気にすることになりますので、この人の目を気にすると自分が選択するものに対してどうしても揺らいでしまうから、人の目を気にしないようにもう自分をやっぱり整えるとか、自分ブロック解除するとかね、要はもう自分自身に集中するってことですね。外側に意識が向いてるともうやっぱり揺らぐんですよ、自分の選択が分かんなくなっちゃうって感じだね。で今は本当にみんなが分かんなくなる、外側見てるとわけ分かんなくなっちゃうから、自分の内側に入ってればどうすればいいか、どの選択するかっていうのは絶対に分かるから、今のうちにこの直感の訓練をしていく。今のうちっていうのもずっとやるって感じだね。直感でいけばいいんですよ。で今まで直感で生きてきてる人たちはそれが正しいから、もう正しいっていうかその感覚でどんどんいくといいと思いますし、あとその瞬発力ですよね。パッて来たものに対して行動するとかどんどんやっていくといいんじゃないかと思います。ちょっとね今回の動画長くなりましたけれども、やっぱ成功してる人だけでずるいよねずるいっていうかなんて言うんだろう、みんなね成功できるし、あとやっぱりなんて言うんだろう、人生うまくいかせたいじゃないですか。いろんなことうまくいかせたいし、でもなんで力が発揮できないのかなっていうところは、多分直感力に対して、自分がどういう風な感じか、その直感を信じて動けてるかとか、なんだよ、直感を使う部分っていうのがすごく少なければ、やっぱ直感を鍛えられるように場をもっと踏むっていう風にしていただくといいと思うんですね。で私20歳の時にこのままいたら私で直感とかなんかこうダメになっちゃうんじゃないかなと思って、あえて旅に出たんですよ。で旅に出て本当に良かったなって、5年ぐらい旅出てたんですけど、その時にやっぱり明日どうしようかっていうのを自分で決めるんですよ。旅出るとね、明日何しようか、右に行こうか左に行こうかっていうのの
常に自分の選択をするっていうことが旅を出ると、分かると思うけどね、そういうことになるから、それをねやっぱり鍛えてたというか、それやってたんだなと思って、だからこうちょっとね旅に出るとかね、小旅行でいいから、数時間でもいいからちょっと行ったことないとこ行って自分で選択するとか、なんかそういう風に鍛えていただくと本来のご自身の感覚がもっともっと出てくると思うし、何かの伸び悩んでる方は多分この直感の部分をやっぱり鍛えていくっていう風にしていただくといいんじゃないかと思います。以上です。ではでは。